Get ready for Your dream home. launch episode. Navigator Hikaru Kana. 皆さんこんにちは。建築の未来を探求するチャンネル白くインクへようこそ。ナビゲーターのはかるかなです。このチャンネルでは建築の生産プロセスやデータ管理、そしてBIMの重要性について皆さんと一緒に楽しく学んでいきたいと思います。こんにちはタム。アシスタントの田ム千代だよ。かなちゃん、今日もよろしくタム。はい、こちらこそよろしくお願いしますね、田ム千代さん。さて皆さん、マイホームを持つとたくさんの夢が広がりますよね。広いお庭でバーベキューをしたり、かわいいペットと走り回ったり、そして大切な愛車を雨や強い日差しから守るためにおしゃれなカーポートが欲しいなぁなんて考えたことがある方もきっと多いのではないでしょうか。カーポートすごくいいよね。パパの車もピカピカのままだし、夏に車の中がサウナみたいに熱々になるのも防げるし、憧れるタム。そうですよね。でも実はそのカーポートを一つ増やすという一見すると簡単な行為に思わぬ落とし穴がたくさん隠されているんです。知識がないまま進めてしまうと、皆さんの大切なお家が法律違反の状態になってしまう可能性だってあるんですよ。タカがカーポートで？そんな大げさな話信じられないタム。ふふふ、それが建築の世界の奥深さであり、面白いところでもあるんです。そこで今回は小規模な独立型カーポートを増築する場合の注意点と題して、プロの目線から絶対に知っておくべき法律のポイントを世界一わかりやすく解説していきたいと思います。これからお家を建てる計画のある方も、すでにマイホームをお持ちの方も絶対に見て損はない内容ですよ。それでは早速いってみましょう。さて、まず最初に絶対に覚えておいてほしい大事なキーワードからお話ししますね。それは訴求です。訴求？なんだか必殺技みたいな名前タム。全然ピンとこないよ。確かに普段はなかなか耳にしない言葉ですよね。ものすごく簡単に言うと、過去に遡って今の最新ルールの物差しで物事を測り直すということです。例えばタムチヨさんが10年前に立派なお家を建てたとします。僕の鰹節御殿のことタムね。その鰹節御殿はもちろん10年前の法律に合わせて完璧に建てられているので、当時は100点満点の優等生な建物でした。でも建築の法律って地震や災害の経験をもとに時代に合わせてどんどん新しく、そして厳しくアップデートされていくんです。そこで今年そのお家にカーポートを増築しようとすると、役所はこう言います。おや、増築ですか。ちょっと待ってくださいね。そのお家全体を今の最新の法律の目でもう一度隅々までチェックし直しますよと。これが訴求なんです。ひえー、まるでタイムパトロールみたいタム。昔はクラスで一番の人気者だったのに、今の学校に転校したら校則が厳しすぎて全部ダメ出しされちゃうみたいな感じタム。そうなんです。まさにその通り。そこが一番怖いところなんですよ。でも安心してください。さすがに全部今の法律に合わせて建て直してくださいなんてことになったら誰も増築できなくなってしまいますからね。だから法律にはその訴求を限定的にする、つまりタイムパトロールのチェックを少しだけ優しくしてくれる特別な救済ルールがちゃんと用意されているんです。へえ、よかったタム。じゃあその救済ルールをいかにうまく使うかが
腕の見せ所ってことなんだね。その通りです。さすがタムチヨさん。そしてその救済ルールを最大限に活用するための最初のコツが次のテーマにつながってくるんですよ。カーポート増築で先ほどの訴求のリスクを避けてもらうための最大のポイント、それはお家とカーポートを構造的にきっぱりと分離させることです。これを専門用語で分離増築とか独立計画と言ったりします。分離？お家とカーポートが喧嘩でもしちゃうタムか？かわいい例えですね。でもイメージはかなり近いですよ。お互いに寄りかかったり力を伝え合ったりしないように完全に独立した他人の関係にしてあげるということです。例えばお家の壁とカーポートの柱がぴったりくっついていると、地震が来た時にお互いの揺れがダイレクトに伝わってしまいますよね。これを役所は構造が一体とみなすんです。なるほど。くっついてると二人三脚みたいに一心同体って感じだもんね。そうなんです。そして一心同体だと判断されると、役所からはなるほど、これは全部まとめて一つの大きな建物ですね。ではお家とカーポートを全部まとめて今の最強の耐震基準で厳しくチェックしますねと言われやすくなってしまうんです。でもお互いが寄りかからないようにエキスパンションジョイントと呼ばれる遠気のための隙間を設けるなどして構造的に分離してあげると、ごくりどうなるタム？なるほど、カーポートはあくまで別の建物という扱いなんですね。ではすでにあるお家への厳しいチェックは最小限にして、新しく作るカーポート部分だけを今の法律でしっかり見ますねとなりやすいんです。これが訴求を限定的にするためのとっても重要で賢い計画のコツなんですよ。へえ、ただ隙間を空けるだけに見えてそんなに深い意味があったんだタム。これは知っているかいないかで全然話が変わってきちゃうね。そうなんです。もちろん大半の方が選ぶ既製品のアルミカーポートを新しく建てる場合は当てはまらないことも多いですが、この分離するという考え方は建築の基本として押さえておいて絶対に損はないですね。次に建てる場所についての注意点です。特に家が密集している市街地などに多い防火地域や準防火地域にお住まいの方は、ここからのお話よく聞いてくださいね。わあ、なんだか物騒な名前の地域タム。火事が起きやすい場所ってこと？いいえ、逆です。これは万が一どこかで火事が起きた時に炎が燃え広がって町全体が大惨事になるのを防ぐための特別なルールが定められたエリアのことなんです。そしてこのエリアで何かを建てようとするとルールがぐっと厳しくなります。なんとたとえ10平方メートル以下の自転車置き場くらいの小さなカーポートであっても、必ず役所にこういう建物を建てますがいいですかとお伺いを立てる建築確認申請という手続きが絶対に必要になるんです。へえ、そんな小さなサイズでも絶対に役所への届け出が必要ってことタム？めんどくさそうタム。そうなんです。もしこの手続きをせずに勝手に建ててしまうと、それだけでアウト。残念ながら違法建築になってしまいます。でもこれも安心してください。先ほどの分離増築がここでも大きな力を発揮します。ちゃんと独立したカーポートとして計画すれば、役所からカーポートを建てるならもともとあるお家の壁や窓ももっと燃えにくい素材に取り替えなさいなんて厳しい要求をされることは原則ありません。なるほど、やっぱり分離が最強のキーワードなんだタムね。はい。ただしお家との距離が近すぎて延焼ラインという火事が燃え移る可能性のある範囲に入ってしまう場合などは個別の判断が必要になることもあります。ですからこのあたりは必ずプロに相談するのが一番ですね。さて、これまで建物の話が続きましたが、建物が載っている敷地、
つまり土地そのものにも絶対に守らなければならない大切なルールがあります。代表的なのが憲兵率と容積率です。かなちゃん、また出たタム。必殺技みたいな名前。憲兵率？なんだか美味しいお米の新品種みたいだタム。違いますよタムチョさん。いいですか皆さん。敷地をお弁当箱だとイメージしてみてください。憲兵率というのはそのお弁当箱の面積に対しておかず、つまり建物を真上から見た時にどれくらいの割合まで詰めていいですよというスペースのゆとりを確保するためのルールです。おー、すごくわかりやすいタム。敷地いっぱいにぎゅうぎゅうに建物を建てちゃダメってことタムね。その通りです。そして重要なのはこの計算をするとき、お家の面積だけでなく新しく作るカーポートの面積もちゃんと足し算しないといけないということです。うっかりカーポートを建てたせいでこの憲兵率の上限をオーバーしてしまったなんてことになったらもう大変です。ただし嬉しい緩和ルールもあって、柱から先端が飛び出したひさしの部分は先端から1メートルまでは憲兵率の計算に入れなくても OK なんていう決まりもあるんですよ。おお、それは助かるタムね。もう一つ大事なのがセットバック。これはお家の前の道路が狭い場合に適用されるルールで、緊急車両がスムーズに通れるように道路の中心から一定の距離は何も立てずに開けておいてくださいねという決まりのことです。もちろんカーポートの柱1本たりともこのセットバックの範囲にはみ出してはいけません。みんなが安全に暮らすための思いやりのルールなんだね。自分の土地だからって何でも建てていいわけじゃないんだタムな。そして皆さん、敷地のルールにはもう一つとても大事で、そしてちょっとトリッキーな車線制限というものがあるんです。これは道路やお隣さんの日当たりや風通しを確保するために建物の高さを制限する空に引かれた見えない斜めの線のことです。今までお家の壁がこの車線制限の計算のスタートラインだったのに、お家より道路側にカーポートを建てると、すみません、今日からこのカーポートの柱が新しいスタートラインになりますと見なされてしまうことがあるんです。スタートラインが前に出ちゃうってこと？それじゃあ今までセーフだったお家の2階や屋根が急にその見えない斜めの線からはみ出しちゃってルール違反になる可能性もあるってことタムか？その通りです。鋭いですねタムチオさん。カーポートを建てたばっかりに既存のお家が法律違反になってしまうなんて悲劇が起こりうるんです。もちろんこれも救済措置はあって、例えば軒の高さが 2.3 メートル以下で床面積が5平方メートル以内といったとても小規模なカーポートなら、車線制限の計算上はそこにないものとして扱いますよという緩和ルールが適用される場合があります。ただ条件がかなり細かいので、これも自己判断は絶対に禁物ですよ。最後にこれが一番のハードルになるかもしれないという重要なお話をします。それは皆さんのお家に検査済証という書類があるかどうかです。検査済証？はい、これはお家が完成した時に役所などの検査機関がこの建物はちゃんと法律のルール通りに建てられていますね、合格ですとお墨付きを与えた、いわばお家の卒業証書のようなものです。そして新たにカーポートを増築するための確認申請を出すとき、この検査済証の提出を求められることがほとんどなんです。特に車を2台入れられるような大きなカーポートは面積が20平方メートルを超えていることが多いので、これはほぼマストと言っていいでしょう。そんな大事な書類もしなくしちゃってたらどうなるタム？僕なんだか急に心配になってきたタム。いい質問ですね。実は古いお家だとこの検査済証がなかったり、
そもそも完了検査を受けていなかったりするケースも残念ながら少なくないんです。その場合、増築はもう諦めるしかないのでしょうか。答えはノーですが、その先の道のりは非常に険しいものになります。まず、専門家がお家を隅々まで調査して、今の法律に合っていない部分、つまり既存不適格な箇所を全て洗い出します。そしてそれを是正するための時には大規模な改修工事が必要になる場合があるんです。検査済証がない建築物のためのガイドラインというものがあって、それに沿って大変な手続きを踏まなければなりません。うわー、カーポートを建てる前にお家そのものの大手術が必要になるかもしれないってことタムか。それは本当に大変タム。はい。ですからこれからお家を新築されたり購入されたりする際には、この検査済証をはじめとする書類一式は絶対になくさないように、金庫にでも入れておくくらいの気持ちで大切に保管しておいてくださいね。これは本当に重要です。さて皆さん、いかがでしたでしょうか。カーポート一つを増築するだけでもこれだけたくさんの法律が複雑に関係してくるんです。最後に今日のポイントをもう一度おさらいしますね。一つ、計画のコツは分離増築。既存のお家とは独立させて計画することでリスクを最小限に抑えましょう。2つ、敷地のルールを再確認。建蔽率やセットバック車線制限など敷地全体で法律に適合しているかチェックが必須です。3つ、防火地域は確認申請が必須。たとえ小さなカーポートでも決められた手続きを必ず行いましょう。4つ、検査済証の有無を確認。この書類があるかないかで手続きの難易度が天と地ほど変わります。そして最も重要なこと、それは必ず建築のプロに相談するということです。地域や個別の状況によって判断が異なるケースも非常に多いので、自己判断は絶対に禁物です。まずはお近くの建築士さんや役所の建築指導課、確認検査機関などに相談してみてくださいね。いやー、本当に奥が深い世界だったタム。ただの屋根と柱ってだけじゃないんだね。建築って僕たちが安全で快適に暮らすために本当にいろいろなことを考えて作られているんだなーって改めて感動したタム。そうなんです。そしてこうした複雑な建築の生産プロセスをもっとスムーズに、もっと効率的にしていくのが私たちシラクインクが探求している BIM や建築 DX の技術なんです。これからもこのチャンネルでは建築の面白さや未来の可能性を皆さんに分かりやすくお伝えしていきますので、よろしくお願いしますね。今回の動画が役に立った、面白かったと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチッと押していただけると私たちの励みになります。皆さんのカーポート体験談とか建築に関するこれってどうなってるのみたいな素朴な疑問とか、何でもコメントで教えてくれると嬉しいなタム。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。